この本を読むだけであなたの心の持ちようが劇的に変わります。私たちは毎日忙しさやストレスに追われ、イライラや不満に支配されがちです。でももし感謝の力で脳の仕組みから人生を変えることができたらどうでしょう。今回ご紹介するのは精神科医樺沢紫音さんと感謝研究家田代正孝さんによる協調感謝脳という一冊です。この本はありがとうというだけで脳が幸せになり、心身に良い影響が生まれる、そんな感謝の奇跡を科学的に解き明かしてくれます。この動画では感謝脳の要点をぎゅっと分かりやすくまとめ、なぜ感謝が人生を変えるのか、どうすれば感謝を習慣にできるのかを中心に解説していきます。さらに私自身が読んで感じたことや実際に試してみた体験もお話しします。忙しいあなたでもこの動画を見れば日常に感謝の種を見つけるヒントがきっと見つかりますよ。本書の重要なポイント。ポイント1、ありがとうは脳のビタミンだった。ありがとうというと気持ちが明るくなったり、人との関係がスムーズになったりした経験はありませんか？実はこれただの気のせいではないのです。脳科学の研究によって感謝の言葉を使うとセロトニン、オキシトシン、ドーパミンなど心を落ち着かせたり幸せを感じさせたりするホルモンが出ることが分かっています。つまりありがとうは脳にとってビタミン剤のようなものなのです。またこのホルモンの力はストレスを減らしたりうつ気分を軽くしたりするのにも役立ちます。毎日ちょっとした感謝を口にするだけで脳の元気のスイッチが自然と入るのです。寝る前に今日のありがとうを3つ書いてみましょう。何気ないことでも OK。 続けると心がじんわり温かくなっていきます。ポイント2、感謝は才能じゃなく練習で育つ。感謝できる人ってもともと心がきれいなんでしょう。そんな風に思ってしまうかもしれません。でも大丈夫。感謝は才能じゃなく練習で育つ力です。本書では感謝を筋トレと同じだと説明しています。最初はぎこちなくても毎日少しずつ使うことで感謝を感じる力がどんどん強くなるのです。例えばありがとうと声に出すことを意識したり、人のいいところを見つけて伝えたり、今日は助けてくれてありがとうと素直に伝えるだけでも効果があります。言葉にするだけで脳が反応し、感謝を当たり前の感情として受け止められるようになります。1日5回ありがとうをいう目標を作ってみましょう。数えてみると意外と少ないですよ。ポイント3、辛いことにも感謝できると人生が変わる。感謝が深まっていくと最後には辛かったことや失敗にも感謝できるようになります。これは一見難しそうですが、その出来事があったからこそ学べたこと、気づけたこともあるはずです。例えば失敗して怒られたことが自分の行動を見直すきっかけになったり、大切な人とのすれ違いが自分の思いやりのなさに気づくチャンスになったり、本書ではこういった逆境への感謝こそ人としての深みや強さを育てると言っています。そしてそれは我慢ではなく見方を変える力なんです。嫌な出来事を無駄な経験として終わらせるのではなく、この出来事から学べたことにありがとうと言えるようになる。これが感謝脳の最終ステージなのです。落ち込んだ時にこの経験から何を得たかをノートに書き出してみましょう。答えが見つかるたびに心が軽くなっていきます。エピソード紹介。
ある30代の男性佐藤さん仮名は営業の仕事に追われる毎日を送っていました。目標達成、上司のプレッシャー、部下のフォロー、毎日帰宅は深夜、ストレスから来る胃痛にも悩まされ、何のために働いているのかわからないと感じていたそうです。そんな時、同僚に勧められて読んだのが感謝ノーでした。最初は半信半疑だった彼ですが、寝る前に感謝を3つ書くワークだけはとにかく1週間やってみようと決めました。初日はご飯が美味しかった、電車が空いていた、コーヒーが温かかった、こんなことで意味があるのかと思いつつ、毎晩ノートに3つ書きました。3日、5日と経つうちに彼の中で少しずつ変化が現れました。イライラしていたはずの通勤時に、今日も安全に電車が動いてるってすごいな、駅員さんにありがとうを伝えたい、そんな風に普段スルーしていたものに気づくようになったのです。1ヶ月が経つ頃には部下への声かけも変わっていました。手伝ってくれて助かったよ、ありがとうの一言が増え、周囲の雰囲気が柔らかくなったと感じたそうです。不思議なことに胃の痛みもほとんど感じなくなり、上司からは最近雰囲気が明るくなったなと声をかけられるようになりました。彼は言います。感謝は自分の心を整える薬みたいなものでした。目の前の現実は同じでも、見る角度を変えるだけでこんなに世界が優しく見えるんだって思えたんです。実践的な活用方法、感謝ノーを読んでなるほどと感じたとしても、実際の生活でどうやって活かせばいいのか迷う人は多いかもしれません。ここでは誰でもすぐに始められて効果を実感しやすい実践的な活用法を紹介します。1、ありがとう日記を毎晩つける。最も基本であり効果の高い方法がこの習慣です。やり方はとてもシンプル。毎晩寝る前に今日感謝できることを3つノートやスマホに書くだけ。例えば、コンビニ店員さんの笑顔に癒された、仕事で上司に褒められた、雨が止んで傘を使わずに帰れた。こうした些細な出来事に目を向けることで、脳は良いことに敏感になり、自然とポジティブな回路が育っていきます。2、ありがとうウォーキング。通勤や散歩の時間を使って心の中で身近な人にありがとうを繰り返し唱えてみましょう。お母さんありがとう、上司の003ありがとう、いつも支えてくれる自分にもありがとう。たった数分でも心がじんわり温かくなり、一日のスタートを気持ちよく切れるようになります。3、逆境にも意味を見つけて感謝する。辛い出来事があった時、すぐには感謝できなくても OK です。大事なのは、この経験には何か意味があるかもと考えてみること。苦しい経験の中に少しでも学びや気づきを見つけられたら、それが感謝の種になります。例えば、失敗したことで人に助けられるありがたさを実感できた。トラブルを通して周囲との信頼が深まった。このようにネガティブな出来事にも光を見つける習慣が感謝脳を育てる最大のトレーニングになります。このように感謝脳の考え方は日常のどんな場面にも応用できます。ポイントは、特別なことをしようとしないこと、身の回りの当たり前に気づき、感謝を言葉にするだけで人生が静かにでも確実に好転していきます。まとめです。感謝脳は感謝することがただの礼儀や道徳ではなく、脳の働きを整え、人生そのものを前向きに変える力を持つことを教えてくれる一冊です。本書を通じてわかるのは、感謝の言葉や気持ちは
私たちの内面だけでなく、周囲との関係や仕事、健康、そしてメンタルにまで良い影響をもたらすということです。ありがとうと一言つぶやくだけで、脳内では幸せホルモンが分泌され、ポジティブな感情が湧き起こる。そんな小さな習慣がやがて大きな変化を呼び込みます。しかも感謝は才能ではなく、誰でも今日から始められる習慣。特別なスキルも時間も必要ありません。例えば寝る前に3つの感謝を書き出すだけでも、1週間後には見える世界が変わり始めます。そして最終的には過去の辛い経験や失敗にも感謝できるようになることで、自分の人生を丸ごと肯定できるようになります。私たちは毎日さまざまな感情に振り回されながら生きています。でもその中で感謝というたった一つの視点を持つだけで、心の持ちようがぐっと軽く前向きになるのです。感謝脳はそのための実践とヒントが詰まった脳と心の取扱説明書とも言えるでしょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画が少しでも心が軽くなった、前向きになれたと感じていただけたなら嬉しいです。これからもあなたの毎日がちょっと豊かになるような情報をお届けしていきますので、よろしければチャンネル登録と高評価で応援していただけると励みになります。コメントも大歓迎です。あなたの感謝の気づきもぜひ教えてくださいね。